おはようございます。今日はですね、ちょっと個人邸の方のリメイクでやってまいります。このお宅は4人家族で、今雑草とかちょっともう気が大きくなったので、それを一応全部今日きれいにして、もうであと駐車場周りの入り口をもうちょっと車が出やすいような感じでこの辺を改造していきます。どんな材料があるか、それをできるだけ使っていくという形でやっていきたいと思っております。草が生えないようなできるだけ防草シート貼って、あとアプローチも敷き直しはしていきます。もう買って口からの出入りがサービスヤードとして全然活用されてないんで、この辺をセーブすれば結構ここからの出し入れ生活にもすごくしやすいのかなということで、畑を作って生活しやすいスペースを作ります。で、お隣とのこんだけの区があるんですけども、全然今活用されてないんで、やはりここで草が生えないようにして、サービスヤードの一環として洗濯物とか、そういうのが動きやすいような形の保護を整備しています。今ほんでここに、花壇みたいなのがあるんですけど、ここからテラスが出て、通常ここで活用するのにちょっと狭めちゃってるっていう形なんで、ここの花壇は一応ちょっと縮小させて、ここのテラスの部分をもうちょっと広くテーブルとか置けるような形で広げます。こういう平板とか結構レンガとか結構出てきてるんで、これを使っていきたいと思います。芝生はなかなか立ってるんですけど、まだまだ全然活用できるんで、お子様が小さいんで、ここで芝生の上でちょっと遊べる空間をもうちょっと充実させたいなと思っております。花壇はもう逆にこちらの方にちょっと
野菜園とか設けて取っとくと。で、柑橘系のみかんもちょっと思い出がある。これは取っとくということで。植物をきれいに整理すれば空間がはっきり見えてくると思います。車をちょっと広く使いたいんで、車が止まるような形でこの L のブロックは取っちゃいます。一応300の平板になってるんですけど、これはここの土間の入り口のタイルを外って、使える形にこう切り取って再利用する形で一応こういう形に切りました。
かわいいね。楽しい？これでとりあえず入り口の方は今までブロックが積んであって、車1台1人がこう入れるような形で、全てついてたやつが表札全部こっちに付け替えて、でポイント的にちょっとラインで白い、建物を合わせた形でジョリパッドで塗ってあります。でここの門扉は全てこちらの方に一応柱1本だけ工夫して一応門扉をそのまま活用してます。こんな感じで取り付けました。使えるものは一応3枚3枚300、300の平板を作りまして、こちらの方に全部活用しました。防草シートを引いて一応ギリシャリを巻いた状態の歩きになってます。で当時のレンガ、ここに引いてあった前のレンガを活用して見切りで、ちょっと排水汚水関係のマスが結構多かったんで、それは立ち上げるっていうことはできないんで、ほとんど柄を全部ここ基礎として引き詰めて台所からフラットっていう形の仕上げで、こんだけの距離、最初は当初はモグダル舗装っていう形にしようかなと思ったんですけど、一応浸透型のものに全部、今まで台所から全然活用されてない空間がこんな感じで広いスペースに生まれ変わったっていう感じですね。こっちがサービスヤードっていう空間で処理できると思います。それで今こちらの方なんですけど、これ前はもうこれ自体で花壇になってたんですけども、テラスがありますから広々と使えるような感じで、こういうのも出てきたんですね。ここだけちょっと径を作ったって感じで、これはほとんど出てきたやつのレンガをいろいろ組み合わせた形でテラス風に。で花壇はもうあんまり広くなっちゃってもちょっと手入れがあれなんで、一応花壇としてはこう有効、ここだけ、ここはもう自転車を置いたりいろいろとできますから、お子さんが裸足でもいいぐらいの芝生の生育がいいんで、ここだけはもう芝生としてしっかり残そうという空間にしました。一応単管だけのブランコ、ここで結構遊べるかな。それでここもちょっと改めて出てきたやつと、レンガを活用した形で、ここも花壇だから花壇を2箇所一応設けました。でこの花台は今までの使ってた物押しの土台を逆さにして一応活用してます。ここだと今ちびちゃんたちはもう自由に建物周りを運動ができるという空間になったと思います。4日間という結構いい感じになったかなと思っております。このようにですね、全部できるだけ利用するという考え方で最初から計画していくと結構収まってしまうと、何か皆さん見ていただいて参考になる点があれば、そういう考え方で庭を楽しんでください。以上終わります。ありがとうございました。